皆さんこんにちは。Bluetooth は音が悪い印象があります。今回は Bluetooth が Hi-Fi オーディオにどの程度使えるのか検証していきます。Bluetooth は無線で信号をやり取りする仕組みの一つです。商品の説明に出てくる主な違いにバージョン、プロファイル、コーディックの3つがあります。ここがちょっと複雑ですが、順番にご説明します。バージョンは主に速度や電力に関するものです。5.0 に対応していれば OK です。プロファイルというのは信号を送受信するためのルールを規定したものです。いろいろありますが、2チャンネルの音楽再生では A2DP が使われています。ここはあまり気にする必要はありません。コーディックというのは音楽信号の圧縮の仕方を決めたものです。ここが音質を左右します。主なコーディックはご覧の通りです。世間で言われている音質の順番に並べてみました。この中では一番上の LDAC が最も音が良いとされてます。この他にも新しい規格がありますが、今回は割愛します。ビットレートが固定のものと可変のものがありますね。可変のものは電波が届きにくいとき、ビットレートを下げて音が途切れないようにできます。Up と X は CD 相当とされています。一番音質が良くないとされる SBC でも、電波状況が良ければ Up と X と同じくらいのビットレートが出ます。Up と X の LL は Up と X の低遅延版です。テレビやゲームの音が遅れて聞こえる問題を解消できるようです。Up と X HD はUp と X の高解像度版です。48kHz24 ビットですから、ハイレゾの動画でご説明した人間の能力をカバーします。Up と X のシリーズはどれもビットレート固定ですから、一定の音質が保証されます。据え置き型のオーディオ機器で使うならこれがいいでしょう。これは Bluetooth を使ったピュアオーディオシステムの例です。もともと光接続していたところを分断して Bluetooth を挟み込んでます。送信側をトランスミッター、受信側をレシーバーと言います。先ほどのコーディックはトランスミッターで選択します。するとレシーバーがそれに合わせてくれます。音楽データは Wasapi ハイタモードかダイレクトサウンドで渡してやります。Wasapi ハイタモードというのは Windows のサウンド機能を通さずにデバイスに渡す仕組みです。途中の加工が一切入らない最も忠実な伝送ができますが、サンプリングレートが合っていないと受け渡しできません。コーディックのサンプリングレートは先ほどご覧いただいた通り多くが 48kHz です。ところが CD のサンプリングは 44.1kHz なんですね。それなら 48kHz に変換すればいいじゃんと思うかもしれないですが、こういう整数倍でない変換をすると音を悪くすることがあります。ダイレクトサウンドを使うとこの変換を Windows がやってくれますが、音質の劣化が気になります。今回はこの検証もしていきます。実験のために準備した機器をご紹介します。まずはこれ、中華製の送受信機です。値段は6000円くらいでした。こちらが実際届いたものです。同じものを何回か注文してますが、最近は写真と違うものが届きます。右が新しい方です。
アリババでこの中身を確認できます。だいたい$30ですから、日本円で3200円くらいのものです。内蔵ダックにハイスペックなものを使っているようです。左の古い方ですが、特性を調べたところ、光入出力が24ビットに対応していません。これでは aptX HD のテストができませんので、新しい方を使っていきます。新しい方の本体を詳しく見ていきます。トランスミッターとレシーバーをこのスイッチで切り替えます。これはトランスミッターの時のコーディック切り替えスイッチです。スライドスイッチですから、いつも同じものに固定できます。切り替えできるのは aptX の LL と HD だけです。SBC や普通の aptX に落とすことができません。ここは自動選択になっていて、それしかつながらないときに選ばれる仕組みです。電源スイッチは一時的にオフにしたいときに使います。本体は常に電源オンの状態で起動します。あとはボリューム調整とペアリングボタンです。ペアリングは2台分記憶できますが、同時接続したり相手を切り替えることはできません。入力と出力は両方ともアナログとデジタルに対応してます。光入力はいろんなサンプリングレートに対応してますが、光出力の方は 48kHz24 ビット固定です。電源ケーブルは USB です。相手機器の USB に挿しておけば連動して起動させることができます。DAC もいいものが使われているようですし、全体としてとてもよくできている印象です。こちらはクリエイティブのトランスミッターです。aptX HD のほか3種類のコーディックに対応しています。USB-C ですが、タイプ A の変換アダプターがついています。操作は後ろの押しボタンだけです。これでペアリングとコーディックの切り替えを行います。このトランスミッターは16ビットしか対応してません。aptX HD は24ビットですが、その性能を活かしきれない仕様です。先ほどの機器を使って音の品質を調べます。構成はこんな形です。クリエイティブのトランスミッターから送信して中華レシーバーで受けます。光デジタルの出力をオーディオインターフェースで受けて録音します。トランスミッターは先ほどご説明した通り16ビット固定です。録音に使うオーディオインターフェースですが、今回こちらを用意しました。まずはこれをチェックしていきます。光出力を自分の光入力に戻して自分自身の特性を確認します。入力と出力を 48kHz24 ビットに統一します。マイナス140デシベルまで歪みもノイズも見当たりませんね。レベルをマイナス90デシベルから落としていきます。
マイナス130デシベルまでリニアリティが完璧です。周波数特性を見てみましょう。20kHz 先まで完全にフラットですね。録音機材の特性が把握できたところで先ほどの構成を作ります。クリエイティブのトランスミッターから送信して中華レシーバーで受けて、その光デジタル出力をオーディオインターフェースで録音します。コーデックを切り替えてみます。ボタンを押すごとに送信側のコーデックが切り替わって、それに合わせて中華レシーバーが切り替わります。それでは実際に特性を見ていきましょう。信号の出力をトランスミッターに合わせて16ビットに設定します。まずは最も音質が悪いとされる SBC から見ていきます。高周波にノイズが見えますね。基本波の周辺でざわざわ動いているノイズはジッターのせいです。ジッターというのはサンプリング間隔の揺らぎのことで、送受信の周期が微妙にずれたり、信号の周期が一定でないときに現れます。こうやって分析すると目立ちますが、基本波と70デシベル以上差がありますので、人間の耳には聞こえません。周波数特性を見ていきます。広域が20キロちょっと手前で落ちてますね。この程度なら問題ありません。次はアプト X を見ていきます。マイナス100デシベル付近にノイズフロアがありますね。CD のダイナミックレンジを超えてますから、ノイズに埋もれる心配はありません。高い周波数ではノイズが増えますが、それでも基本波とは70デシベル差があります。アプト X は CD 相当と言われてますが、おおむねその通りと言えそうです。アプト XLL の特性は基本的にアプト X と同じです。ただアプト X に比べると通信が不安定で音が途切れやすい印象があります。アプト XHD のノイズフロアはマイナス120デシベル近辺です。人間のダイナミックレンジが120デシベルですから、もうこれで十分ですね。接続するタイミングによってジッターの影響がありますが、しばらくすると落ち着きます。高い周波数ではノイズが増えますが、マイナス90デシベル程度です。これはまず聞こえないでしょう。念のため周波数特性を見ていきます。最初の SBC と同じですね。20kHz ちょっと手前で落ちています。信号のレベルをマイナス90デシベルに落としてみます。ノイズフロアは消えましたが、高調波のノイズが残っています。ここが16ビットの限界ですが、ちょっと変ですね。マイナス100デシベル以上落ちています。録音した波形を見てみましょう。これがマイナス90デシベルの時の波形です。階段状になってますね。階段の一山が16ビットの分解能です。
マイナス96デシベルの波形です。これで一通りの実力を把握できましたが、aptX HD の24ビットが確認できていません。USB のトランスミッターで24ビットの送信ができる商品があるといいんですが、見つかりません。そこでこんな構成を考えました。中華製の送受信機を2台使って通信します。これでオール24ビットのシステムが出来上がります。それでは早速 aptX HD 24ビットの実力を見ていきます。ノイズレベルはさっきと変わらないですね。ここは基本的に同じようです。ジッターのノイズが見当たりません。同じ機種同士だから同期が取れているのでしょう。レベルを下げていきます。マイナス90デシベルのノイズはさっきよりだいぶ少ないようです。マイナス100デシベル、16ビットの限界を超える値です。レベルはそれ以上に落ちています。この辺りから波形が崩れるようです。マイナス120デシベル、この辺りが人間の限界です。マイナス140デシベル、24ビットの限界はこの辺りです。録音した波形を見てみましょう。これがマイナス90デシベルですが、さっきとだいぶ違いますね。ちゃんと24ビットの解像度があります。レベルを落としていくとだんだん歪みが目立ってきます。24ビットにすると解像度が増えるのは確かですが、この違いが出るのは微小信号の領域です。例えばとんでもない爆音で再生した際に、曲の最後の音が消えるところがきれいに聞こえるようになるでしょう。SBC や aptX のサンプリングは 48kHz が標準ですから、これまでのテストではソースをこれに合わせていました。ところが CD のソースは 44.1kHz が標準ですから、Bluetooth で送るときは 48kHz に変換しないといけません。中華製のこの商品は中にサンプリング変換器を持っていて、44.1kHz のソースを渡すことができます。これをやってみましょう。ソースはあらかじめ録音したものを使います。雑音が多いですね。渡すことはできますが、変換器の出来があまり良くないようです。Windows のダイレクトサウンドを使ってみます。これは出力のプロパティで設定した内容に合わせてサンプリングレートの変換をやってくれます。ここを 48kHz に設定しておきます。これは綺麗ですね。さっきのようなノイズが見当たりません。今までダイレクトサウンドを通すと音が悪くなると思ってましたが、これは使えます。Bluetooth を使うときはダイレクトサウンドを使って再生するのがいいでしょう。ここまでのテストでは機器のボリュームを最大にしてソース側のボリュームを絞ってました。逆に機器のボリュームを絞ったらどうなるのでしょう。これをやってみましょう。
ソース側で絞るより機器で絞った方が歪みが少ないですね。アナログアンプと違ってノイズが一緒に下がるのも注目点です。ボリュームを絞るなら機器側を絞るといいでしょう。こんな風に2台使って送受信した場合は、どっちをいじっても共通のボリュームを操作します。別々にボリュームを持っているわけではありません。Bluetooth は Hi-Fi オーディオに十分使えます。Apt X を使えば CD と同じ品質の再生ができます。Apt X HD の24ビットは人間の能力をカバーしてますから、これ以上の性能は必要ないでしょう。PC で再生するときはダイレクトサウンドがおすすめです。サンプリングレートを変換しても音質が劣化しません。ボリュームは再生ソフトで絞るより機器側で絞った方が劣化が少ないです。Bluetooth の商品を買うとき、これに注意が必要です。HD に対応していても中身が16ビットという商品があります。24ビットが欲しい方はここをよくチェックしてください。私はこれまで Bluetooth は音が悪いと思ってあまり注目してませんでしたが、今回の検証で見直しました。無線で CD の品質が出れば十分です。今後活用していこうと思います。ご視聴ありがとうございました。